受け手の人が自分でやってしまうケースはね、非常に多いですけど、できるだけ受け手の人はそれをやらないように。ハロー、ポール青木です。今日はライダウンワークをご紹介したいと思います。通常ですね、このライダウンワークは、アレクサンダーテクニックのレッスンでよくやるんですけども、私が、クライアントに対してちょっとね、施術的なように体を動かさせていただく形なんですよね。でも、本当はだから指導者からこのワークを直接受けていただくのが最も効果的なんで、指導者じゃない方でもこれをですね、お互いにやっていただくことの意義があって、でそれをですね、ぜひね、やってみていただきたいなと思ってやり方をね、今日ご紹介していきます。でこれをやる意義なんですけど、3つあって、1つが、余計な筋肉の緊張に気づきを促したり、余計な緊張っていうのを抜きやすくするっていうのが1つで、2つ目はパートナーの筋感覚を知れるっていうことなんです。これね、意外とお互いのね、筋感覚っていうことに関して言うとね、あんまり把握できてないと思うんですよね。なんかすごいこういうところに緊張って入れてたんだとかですね、こんなに硬かったんだなみたいなものなんですけど、こういうのをね、お互いに知ることによって互いをただよりよく知るっていうことにつながってきます。で3つ目は、丁寧にね、相手の体を動かしていくことになるんですけど、それはね、尊重する思いみたいなものを伝えていけるようになるんですね。で受け手の立場からすると、その尊重してくれてる感じっていうのを感じられるようになって、こういうお互いにその尊重の思いみたいなのを伝えたり受け取ったりできるっていう意味で、よりね、関係性を深められる部分っていうのが出てきますね。こういった意義があるんですけど、なかなかね、ストレッチとかマッサージとかもすごくいいと思います、互いにやるとね。ただそれではね、伝えいけない部分がこのライダウンワークでね、伝えていけるし、感じられるところになると思うので、ぜひね、これをやっていただきたいなというふうに思います。やっていく上で2つポイントがあります。1つは体の重さの感覚っていうのを意識していっていただきたいんですね。これはね、受け手ももちろんなんですけど、やる方もこれを意識していきます。足、腕、頭、もちろん体全体全てね、重さがあって、重力によってね、引っ張られていってるんですよね。でその重さの感覚が、重力の動きみたいなものが起こるか起こらないかみたいなものっていうのが一つね、ポイントで、その重力に逆らわずになんか自分でやってしまうみたいな感覚がなければ、体の筋肉のね、余計な緊張っていうのは抜けていることになるんですね。だから受け手としては、できるだけ体の重さの感覚を手放そうとかですね、なんか自然にバタッと落ちるような感覚っていうのを目指そうと。でもちろん、やる方の人もそういう状態になってるかなみたいなものを感じながら体を動かしていく形です。2つ目は、やる人の方のですね、やり手の方の意識なんですけど、もちろんね、やり手動かす方の人っていうのは受け手の人を考えていくわけですよね。で丁寧に動かしていくんですけど、同時にやる人自身の体の使い方についてもちょっとね、気づきを持ってていただきたいんですね。具体的には体のね、重さを、自分の支持部位とか、お尻でついてたらそのお尻、足でついてたら足とか膝とかですね、結構座ってやっていく形になるんですけど、そういうその支持部位ですね、床に接しているところに自分の体重を乗せていて、で息を促していくような、でやっていくうちになんか息をクッと詰めながらね、ちょっと全体に緊張を入れながらやっちゃう感じが出てきやすいです。でこれをずっと続けないで、あっと自分に我に返るような感じで気づいてもらって、でもう一回
床に体の重さ、自分の体の重さを乗せて、で、ふーっと息を吐いていく感じで、受け手の人の体をこう動かしていく形ですね。こういう気づきを、時々こう持っていきながらやっていただきたいですね。では早速やっていきましょう。まず反対、片側だけ今はやっていきますね。右足、右腕で、そして頭をやっていきます。実際にやるときは右足、左足、右手、左手で頭をこうやる形です。まず足のやり方を見ていきます。両方のね膝をこうつく形、正座になってもいいですけど、ちょっとね角度をつけたいので少しこうつま先立ちに、なっておきます。で、今、右足を、受け手の人の右足を私の左足の方、右足の方に乗せていきます。でこんな形ですね。で、少しこう傾斜がここの私の太ももにこうつく形になるので、そこをですねまずこう軽く転がる動きがあるかどうかっていうのをこう確認していくんですね。で、私がこう持ち上げていくと。でコロ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 とこう転がる動きがあるかを見て、で持ち上げていきます。やることはこれなんですけど、ちょっとねこう転がる時にこう自分でねこうグッとこう回転させちゃおうとする人もいたりしますけど、それはちょっとね力がこう抜ききれてない状態なんですね。足の重さの感覚っていうのがこうよく分かんなくなっていて、で少しこう股関節でねグッとこう力が抜ききれない状態ですね。でコロ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 っていう転がる動きがあるかないかを見ていって、で持ち上げていくと。持ち上げていく時もねこう自分で手伝っちゃう、受け手の人が手伝ってこうなんか持ち上げようっていうこともこうあります。それもやっぱり力が抜けきれてない、証拠なので、それもこう受け手の人はやめるように意識していきます。でこれを何回かこうやったら膝をこう持ち上げていきます。でこれもねこう手伝ってしまいやすいです。こう受け手の人が自分で足を持ち上げてしまう反応を起こしやすいんですけども、それのありなしを見ていきます。できるだけそれがない方がいいですね。でゆっくり置いていくと。今みたいにねゆっくりやっていくと力がね抜きやすい形になるので、あんまりこう急がずにねこう何回もやればいいっていうものではないですね。次に腕に行きます。今度はやり手の人は、片膝をついた状態で、ちょっと正座みたいなこう形になってますけど、片方の足は少しこう膝を立てているという感じでいいかなと思います。座っておきます。でまずこう手首ですね。手首をこう軽く動かします。この手首もね硬い人は少しこうね動きがこうカクッとこういったりしますし、抵抗を感じたりします。できるだけ手のね重さをこう手放していて、受け手の人はやり手にこう抵抗をこう伝えないようなね、形を意識してください。で次に、前腕をこう持ち上げていきますね。つまりこう肘で曲げていく形ですけどですね。特にこう落としていく時とかも、この前腕の重さの動きがこうできるかどうかをこう見ていくんですね。でこう持ち上げていく時にね結構こう受け手の人が
自分でこう持ち上げてしまう反応っていうのもこう入りやすいですけど、できるだけそれをこう入れないように、受け手の人は意識してください。やり手の人は少しねゆっくりゆっくりこうやってあげると力はね、受け手の人が入れにくくなるので、ゆっくりこう動かすのをこうやってください。で次に、やり手の人は左手で、受け手の人の右手を持って手首のあたりですね。でそれを持ち上げていきます。重い場合はね両手で、肘に反対側の手を肘に添えて持っていただいたり、両方の手でこう持ち上げていったりすることもしていいですね。でこれもね肩関節のこう動きを今見てるんですけど、結構ね手伝ってしまって、受け手の人がね手伝ってしまってこう自分でねこうやってしまうケースっていうのは多いですね。それを入れない、それのありなしをこうやり手の人は確認していく。で受け手の人もそれを入れないようにこうしていきます。で少しこう横にこう動かしてもいきます。そうです。から受け手やり手の人はねこの腕をこう持ち上げている時にこう腕の重さ感っていうのをねこう感じられると思うんですね。その腕の重さ感っていうのが感じられなかった場合、なんかやっぱり手伝ってしまっている要素っていうのがこうあります。で、ここからちょっと脇の下に、こう入れていきますけど、片方の手ですね、私の左手で、こう支えてもらって、で右手でその脇の下の、背中側ですね、こうに手を軽く入れておきます。で受け手の人の手を私の右手に乗せて、でその右手で肩を少し持ち上げながら、左手で背中に手を入れていきます。で右手をこう抜いて、で軽く肩に添えておくと。押し付ける必要もないですし、ぎゅっと押し付けないでほしいんですね。ただこう軽くこう添えておくだけです。でやり手の人は受け手の人のこの肩甲骨の裏ですねに手がこう来てる状態ですけども、受け手の人のこう体の重さをねここでただこう感じているだけです。引っ張ったり押したりすることもないです。ただ重さをこう受け取っているだけですね。そうすると受け手の人のね呼吸をこう感じたりすることもあります。吸ったりするときにこう押されるようなこう感じがあったり、します。そういうのをこうただね受け取ってる、感じてるだけですね。でしばらくしたらゆっくり手を抜いていきます。で一度抜いた後に軽く手を一度持ち上げて、で肘をこう外に軽く外に出して、で手をお腹の上に置いておく。以上が腕のパートですね。次に頭をやっていきます。やり手の人は、あぐらでねこれをやっていくといいと思います。両手を後頭部の下に入れていくんですけど、まずね軽く反対側のにちょっと傾けて、
でその時に手をこう入れていきます。でその手の方に少しこう乗せていく、傾けながらね乗せていきながら、今度反対側の後頭部に手を入れていって、でこれを2回ぐらいこう繰り返しながら、手を両方の手で後頭部の下に入れていくようにします。でこのままただ受け手の人の頭の重さを、両手でこう感じていくだけですね。受け手の人も自分の頭の重さをやり手の人の手の上に乗せていようと、預けていようと思っててください。でこの時にも受け手の人のね呼吸に合わせて少しこうやり手の人の手が押されるようなこう感じを感じたりします。でしばらくしたら今度は頭を左右に傾けていきます。軽くですね、まず左側に傾けていきますけど、手をね側頭部の方に少しこう移しておいていただいて、で軸をねこうずらしながら頭を左にこう回転させていきます。でこの状態で頭の重さをこう私の左側の手で受け取っていると。でこう元に戻していきます。こう軸をずらさずにねこうぐーっとこう回転させてしまうと結構頭がねこうだいぶ左の方にこう来てしまう形になるので、こうではなくて、回転していくときに少しこの場で回転していくように促してあげる感じですね。ここでこう回転する感じです。で元に戻していって、この時もね受け手の人が自分でね頭をこう傾けてしまおうとしたり元に戻そうとする反応を加えやすいですけども、できるだけそういうものを受け手の人は入れないようにしていくし、やり手の人はゆっくりねこうやってあげる形ですね。で今度は反対側にやっぱりゆっくりこう傾けていきますね。少しこう軸をね元の状態にしながらこう傾けていくと。で頭の重さを、右手で今はこう受け取っている状態ですね。側頭部で、乗せてもらっている形です。でしばらくこの状態で重さを受け取っていく。でしばらくしたらゆっくり元に戻していって、最初の両方の手で頭の後頭部の下に手をこう添えて乗せている状態ですねに戻ります。引き続き頭の重さ感をただこう受け取っている状態ですね。
そうすると、やり続けていくうちに首の筋肉がね少し緩んでくるような感じも、やり手の人がね感じてくるようになると思います。でゆっくりですね、両方の手をずるずるっと横にね抜いていく形で手を抜いていきます。以上が頭の動かし方ですね。だいたい10分かからないぐらいでできると思うので、お互いにやっても20分以内ぐらいではね終われるものになります。最初のうちはもしかしたら分かりにくく感じられるかもしれないですけど、とにかく見よう見まねでね是非やってみていただきたいんですね。今日はライダウンワークを紹介させていただきました。See you again!